ク1、マーク2、マーク3、ゼロチャージ。緑に輝く母の星、力の限り守り抜け、嵐の訓練乗り越えて目指すは勝利の星吹雪、生きる命の爆発だ、ゼロチャージで戦うぞ。ママの移動をやっつけろ、ゼロテスター、ゼロ我らのゼロテスター、ゼロテスター、ゼロテスター。ゼロテスターとは、生命維持度ゼロの限界に挑戦し、地球の明日を切り開いてゆく勇気と希望と友情にあふれる3人の若者たちのことである。宇宙の闇を切り裂いて、突如5つの火の玉が地球に襲いかかった。世界の主要都市、ニューヨークにパリに東京にモスクワに、そして北京に。集まってもらったのは他でもない。地球の主要都市における隕石落下事件について諸君の意見を聞かせてもらいたい。まずは地球から送られてきた資料を見てもらおう。これはニューヨーク。隕石によってえぐられた穴の直径はおよそ 5km。 隕石の重さは推定1万トンから1万3000トン。パリだ。同じく穴の直径 5km。隕石の規模も大体同じだ。これは東京だ。穴の直径はやや小さく 3km。 隕石の重さも5000トンから8000トンの間と思われる。モスクワは被害が一番ひどく、隕石の大きさも最大と思われる。北京は東京と大体同じだ。以上が地球から送られてきた隕石の資料だ。博士、こんな大きな規模の隕石の落下は天文学の常識で知られるところでは1万年に一度ぐらいのことのはずですが。いくら天文学上の常識か知らないが、現に1日に5つの隕石の落下が起こっちまってるんだぜ。いや、これはヤンの言う通り確かにおかしい。一度に、しかも正確に5大都市の中心に落下するとは、これは偶然とは考えられない。博士、隕石の分析結果を急いでみてはいかがでしょう。分析は済んでるわ。地球からの分析資料をもとに開発センターのコンピューターにかけたら、隕石はいずれも第4惑星と第5惑星の間の小惑星ベルトのものと分かったわ。小惑星ベルト。緊急事態発生、緊急事態発生、未確認飛行物体接近中、未確認飛行物体接近中です。未確認飛行物体の進路上に当開発センターがあります。このまま未確認飛行物体が接近を続ければ当開発センターに衝突します。その飛行物体は宇宙船か、それとも天体か。わかりません。ですが約9秒後にレーダースクリーンが物体を捉えることができます。小惑星だ。飛行物体は直径 500m、 重量1万2000トン、軌道を外れた小惑星と思われます。迎撃ミサイル用意。
ゼロテスタ緊急指令だ。目標は第4惑星と第5惑星の間の小惑星ベルト。ここにきっと何かがある。直ちに出動せよ。了解。小惑星 ES102 に着陸して1号機で偵察に出よう。了解。小惑星ベルトだ。軌道の計算ができるものは千数岩、小石、砂粒のようなものまで入れると数万数億の小惑星の海だ。ぶち当たらないようによろしく頼むぜ、吹雪。任しておきなって。うっと見て、あの小惑星は変よ。自分だって第5惑星の奴隷のくせに周りに大勢家来を連れてるみたい。まったくだ。まるで自分が主人のように小惑星軍を従えてるぞ。よし、義足前進、接近して調査をしてみよう。来たな、ゼロテスターのふわっぱどもめ。この惑星要塞の恐ろしさを味わわせてやるわ。隕石ミサイル発射用意。目標ゼロテスター1号機。もう少し近づけ、ゼロテスター。見て、磁力計が異常反応よ。カウント2023。まるで金属の塊よ。ということはあの星は嵐、リサ、チャージシートにつけ、戦闘用意だ。メビウス様、ゼロテスターに感づかれたようです。チャラくさい、逃すか。隕石ミサイル発進。吹雪、嵐、小惑星軍が1号機を追ってくるわ。分かってる。だがあんなたくさんの小惑星をいちいち撃ち落としているわけにはいかないんだよ。おう、先回りされたな。吹雪、どうする。目標を分散させる。チャージアウト。うまく逃げおったな、ゼロテスター。だが生きてこの小惑星ベルトからは出さぬぞ。今に思い知らせてやる。ゼロテスターからの報告によると、世界の5大都市とこの宇宙開発センターを襲った隕石は誘導隕石ミサイルらしい。誘導隕石ミサイル？強力な磁力をコントロールして小惑星を自在に操る恐ろしい兵器です。
アーマノイドの武器が誘導隕石ミサイルだとすると、これはゼロテスターといえどもちょっと歯が立たんぞ。キャプテン、ヤンと一緒にゼロテスターの応援に行ってもらいたい。対誘導隕石ミサイル磁力遮断砲です。よし、4号機に積み込み地帯出発だ。ゼロテスターめ2号機に逃げ込んだか。よーし、誘導隕石ミサイル集中攻撃。小惑星群接近、レーダースクリーンに切り替え。嵐、バリアを張ってくれ。了解。バリア設置完了。小惑星落下まで約5秒。すごいエネルギーだ。この分ではバリアを破られるかもしれない。メビウス様、ゼロテスターのバリアは意外に優秀です。小隕石の攻撃ぐらいではびくともしません。何をしておる。小隕石がダメならエネルギーを一つに集めてバリアを突き破れ。接近。大変だわ。今度の隕石ミサイルは1個だけど桁外れの大きさよ。くそー、バカでかい隕石ミサイルを飛ばしてきたぜ。嵐、バリア解除だ。何？気でも狂ったか吹雪。バリアを外せば隕石ミサイルの餌食だぜ。あんなバカでかい隕石にはバリアは効かん。ミサイルで撃ち落とす。なるほど、了解。バリア解除。メビウス様、ゼロテスターがバリアを解除しました。なんだゼロテスターめ何を企んでいるのだ。大隕石ミサイル接近。距離3万、2万5千、2万、1万5千、1万5千。ミサイル発射。失敗です。メビウス様、ミサイルで撃ち落とされました。いまいましいゼロテスターめ。待て。ゼロテスターの弱点が分かったぞ。しまった。アーマノイドにこっちの弱点を晒してしまった。もし敵の小隕石ミサイルをバリアで防いでいる間に大隕石の攻撃を同時に受ければ。
てもかわしきれない。こうなればあとはキャプテンの対誘導隕石ミサイルと磁力遮断砲の到着を待つだけだ。もっともっと出力を上げろ。小隕石ミサイルと大隕石ミサイルの2段攻撃で一気に叩き潰すのだ。エネルギー補充は目いっぱいです。これ以上の補充は危険です。よし、全エネルギーを一気に放出するのだ。まずは小隕石ミサイル発進。小隕石ミサイル接近。来たか。できる限り持ちこたえるんだ。嵐、バリアを張ってくれ。了解。案の定バリアを張ったな。バリアを張ればミサイルは使えまい。それ、大隕石ミサイルで追い打ちをかけろ。これでゼロテスター目は一巻の終わりだ。来たぞ。嵐、バリアの出力はもう上げられないか。これでは大隕石どころか小隕石にもバリアは破られるぞ。ダメだ、目いっぱいだ。これ以上上げられない。やってきたわ。大隕石ミサイルよ。あの大隕石が命中すれば一巻の終わりだ。キャプテン。ゼロテスター頑張れ。今行くぞ。キャプテン、早くしてください。大隕石ミサイルが襲ってくるんだ。分かっている。磁力遮断砲を急げ。ヤン、2号機上の大隕石ミサイルを移動しろ。了解。ありがとうキャプテン、命拾いしました。礼などいらん。それよりこのチャンスを逃さず一気にアーマノイドの惑星要塞を叩くんだ。敵の隕石ミサイルは4号機の磁力遮断砲で牽制するから大丈夫だ。頑張ってくれ。いいか、行くぞ。了解。ゼロテスターめ、5尺にもこの惑星要塞に向かってくるか。目に物見せてやる。
出力を上げろ。今度こそゼロテスターを一気に粉砕するのだ。キャプテン、隕石ミサイルです。よろしく頼みます。任せておけ。対隕石ミサイル磁力遮断砲用意。了解。ミサイルを空間に固定。よし、ゼロテスター、聞いての通りだ。隕石ミサイルは空間に固定した。あとはお前たちの日頃の訓練がものを言う。一気に惑星要塞を叩け。小惑星との接触を注意しろ。了解。1の0へ出陣。燃える心だ、太陽だ、飛び立つ彼方に虹の橋がつな地よは10万度緊急命令ゼロチャージ。ゼロチャージ。生きる命の爆発だ、光となって突進だ。おめがゼロビーム用意。ゼロビームつけろゼロテスター、ゼロ我らのゼロテスター、ゼロテスター、ゼロテスタどうやら終わったな。ゼロテスターの活躍により第4惑星と第5惑星の間に浮かぶ小惑星ベルトの悪の城は滅びた。だが悪の根は宙にさすらい闇に潜み侵略の牙を研ぐ。ゼロテスターに安らぎの日は遠い。頑張れゼロテスター。さて来週はアーマノイドの贈り物。子供たちのところにゼロテスターから楽しいクリスマスの贈り物が届けられた。ところが突然その贈り物が子供たちを飲み込みどこへともなく連れ去ってしまった。出動せよゼロテスター、アーマノイドの企みを暴け。さあ来週もこのチャンネルにチャージしよう。愛する大地、愛する地球よ、誰にも渡さぬ我らのふるさと、平和を求めて飛び立つ朝は希望に輝く